防犯だ。今回はルミナスキノコと魔性立方体を放置で集めるやり方について、マードロップする敵が湧く場所で放置するだけなんだけど、必要ステータスをまとめたのでどの程度の敷居かわかると思うぞ。では早速見ていこう。まず魔性立方体の放置から。場所はアイスリッジ峠。魔性立方体を落とす敵かつリポップするのがここのボックス。レベル的にもここの敵が一番弱い。上に乗せているのはここのボックスのオーバーキルに必要なステータス。クリティカルなしだとかなりきつめなので今回はクリティカル前提。大体敵 LUK の10倍あると安定してクリティカルを出すことができる。主人公はオーディンアックスを装備。ここのボックスはペットでの放置が比較的現実的に可能なので、ペットでオーバーキルを取れると効率がぐっと上がる。おすすめなペットを5体必要戦利数とレベルをともに記載しているので、ペット放置する際は参考にしてくれ。1時間放置した結果がこちら。ペットで倒せると放置にしては集められるので、手動がどうしても面倒な人はここで放置して集めるのも一つの手。硬化素材の中でも必要度がダントツに高いので集めたい。続いてルミナスキノコ闇放置。場所は循環宇宙産。さすがに必要ステータスが高いのでペット放置はできない。回しただけならオーディンアックスだけで十分処理できるので OK。 上と下でレベルが違い、下の方が敵のレベルが低いので下の必要ステータスを載せている。上も下も効率は変わらない。丸1日放置して60個ほど集まる計算なので、全部放置で集めるなら17日放置する必要がある。ただルミナスは手動でも相当時間がかかるので、放置でこれだけ集まるなら割と十分。続いてルミナスキノコ赤。こちらも循環宇宙産。やや広いので完全には攻撃が届かない。ペットだとオーバーキルできず計測がブレるので主人公の見立たせて計測。こちらもルミナス闇と効率はほぼ変わらず。最後にルミナスキノコ緑。太古の中庭の木式で放置する。ここの木式は81万レベルとレベルがかなり高いため、クリティカルは前提でゴッドオブデビルアイのありなしが大事になる。ゴッドオブデビルアイ1000個でクリティカルダメージがプラス3倍され、 2.5 倍から 5.5 倍までクリティカルダメージが上がる。億以上の ATK や LUK が求められるので、ゴッドオブデビルアイなしだと結構厳しい。エリアが広く2体ずつしか倒せないが、リポップが早いのでその分ルミナス闇や赤よりも放置効率が良い。今の環境だと相当できる人が限られてると思うので、もう少しインフレが進んだら現実的に放置できそう。ということで魔性立方体とルミナスキノコの放置について、ルミナスキノコ王と光は放置できないので手動で頑張るしかない。ルミナスキノコはペットの獲得経験値を増やすものなので、主人公には関係なく今はなくてもそこまで困らない。いずれは欲しいがとりあえず後回しでも大丈夫だ。ということでこれらを放置で集める際はぜひ参考にしてくれ。ではまだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。